そんなに楽しそうなの？この質問に私はいつも深呼吸をして答える。こんにちは、中国に移住したシッピーです。今日は自己紹介も兼ねて、この国に移住した経緯と今の思いを話していこうと思います。まずは自己紹介から。学生時代に日本で出会った宋さんと20歳の時に結婚。2人でアパレル事業を始めて、日本と中国を行き来する生活を送り、現在は中国に移住して丸3年。今年で4年目になります。なんで日本語書いてあるんだろう。あ、韓国語もあるわ。国際的。コロナで全てが変わった2020年。中国への入国が禁止されて、取引先の工場とうまくコミュニケーションが取れず大ピンチに。宋さんは一人で中国に帰国し、丸1年会えない状態が続きました。一時の入国緩和と同時に、考える暇もないまま、とにかく私は中国へ飛びました。今思えば、あの時スーツケースに詰めたのは浅はかな覚悟だったのかもしれません。移住して最初の1年は毎日泣いてました。何度もこの国を訪れていた自分を過信していたんでしょうね。訪問と生活には大きな差があることを痛感しました。うちがこの国に住み始めて一番きつかったことは人の差だね。中国ってさ、やっぱりほら、まあ日本と中国お互いそうなんだけど、こういいイメージがあんまりないじゃない。中国人は日本人に対して、日本人は中国人に対していいイメージがないじゃん。でもうちの中でちょっと気づいたことがあって、人間っていう哺乳類の生き物って考えた時に、中国も日本もね、例えで言うならば一番悪い人が0の値だとして、一番いい人が100の値だとする。そしたら日本と中国、この振り幅は一緒なんだよ。中国に0から100までの人がいて、日本にも0から100までの人がいるんだよね。でそのベータの値はどちらも0以下にもならないし100以上にもならないっていう感じ。でもその中で日本と中国の人口は全然違うから、日本の10倍ぐらいの人口が中国には人がいるから、日本で生活してるといろんな場所に行ったりとか会ったりとか、大体巡り合うのが0の人、10の人、20の人、30の人、40の人って言って10段階ずつに振り分けられてるような感じなんだよね。でも中国ってなると人口がその分10倍いるから、10ずつの値でいろんな人に出会うんじゃなくて、123456789101112151617181920みたいな、本当に一個一個の単位でその段階の人がいるというか。この言い方伝わるかな。中国ほど人口が多い国はこの世界では数が限られているし、ましてや10分の1程度の人口の国の日本人からすると、これは実際に目で見ないと理解が難しいと私は思う。そんな人口14億人の重みを肌で感じた1年でした。そしてやっぱり日本や日本人に対していいイメージを持たない人々もいます。私自身も暴言を吐かれ、差別をされたこともあります。9年前、初めてこの国を訪れた時から、もしものことがあると、自分に言い聞かせながらこの国と関わってきました。ですが、同時にそれを悲しむ中国の人々がたくさんいるのも事実なのです。日本の人たちと同じくらい悲しみ、悔しく思い、涙を流している人がいることを私は知りました。お
馬いる。馬。今年で移住して4年目に突入しましたが、その間に様々な土地を訪れて、人と出会い、楽しいことも辛いこともたくさん経験をしました。そんな今現在の私には、ここでの生活がとても心地いいものになっています。やっほー。最近身に染みて感じてきたことは、日本と中国、いいところと悪いところが、私の中では真逆なことが多々あるということ。そうやっていくの？なんか本当に大雑把に言うと、中国のいいところと日本のいいところ真逆なんだよね。大雑把に言ったらだけど、例えば日本だったら本当になんか子供も大人も老人もなんかどの世代も気を使ったりとかさ、あとは気にして生きていってるじゃん。なんか本当にいろんな世代の全部の性別、全部の世代の人とか周りを監視し合って生きてるっていうか、まあそのおかげもあって秩序だったり平和だったり街の綺麗さとかそういうのが保たれてるとは思うんだけど、なんか中国って意外と何も気にしないで生きていけるというか、ただ街をさ歩くとかさ買い物に行くっていうのでも別にそれなりに小綺麗な格好をしなくったって化粧もしなくったって髭も剃らなくったって誰も何も思わないじゃん。誰も見てない本当に誰も見てない。見るよね。ああ武将髭生やしてるなとか。男はまだいいよ、女は超見る。そう。すっぴんだな。そう。あれはちょっとね。ああ部屋着でコンビニ行ってるなとかさ。なんかもっと自分を見れば、他人をそんなに気にするんだろう。なんか中国でも全然毎日化粧する人もいるし、毎日すっぴんの人もいるし、両方いるんだよ。だから毎日すごい濃い化粧をしてたって誰も気にしないし、毎日一切化粧しなくったって誰も気にしない。気にする人は超気にしてる。そう。気にしてるから毎日化粧してる。それは他人が気にしてるんじゃなくて本人が気にしてるだけなんだよ。これがうちは日本と中国の違いの一つだと思ってて、本人が気にしてるだけなんだよ。他人は何も思ってないんだよ。他人は綺麗だなって。そう。ちゃんとお化粧してて偉いなとか思ってたとしてもそれぐらいで、ここで生活してて日本でかかるようなストレスはもうここ数年一切感じてないよね一切感じてない子供は日本も中国もいるけどさ、例えばバスの中とかで子供が騒いでてもそれもみんな何にも気にしないよね、中国の人。それは他の中国の人に聞いたら子供じゃん、子供がうるさいのって当たり前じゃんみたいないやまあ言われたらそうだけどみたいなさ、なんかあまりにもなんかこう駆け回ってたりとか、公共の場をね駆け回ってたりとか変なことしてたりしたらそれは当たり前。中国のお父さんお母さん、両親とかおじいちゃんおばあちゃんも叱るけど、多少なんか喋ってたりとかちょっと大きな声出してても誰も周りの人が嫌な顔もしないし、もはや見もしない。子供だしか思ってない子供がいるなぐらい。なんかそれで日本だとさみんな見るじゃん、子供をじろって見てさ、なんかもう目でさ
うるさいって訴えてるようなさ感じの目をするじゃん。チロチロって見て、どの世代の人も。でその世のお母さん方はちょっと申し訳なさそうな顔するじゃん、その子供のお母さんとかがさ。あれを見ると本当にかわいそうだなって思って、日本は。中国は結構子供に寛容というか優しいというか、悪いことをしてたらもちろん怒るよ。その本人の親も周りの人もなんか心配したりとか注意したりとかするんだけど、それ以外のこう子供の行動っていうものに関しては本当にほとんどの人が何も思ってないんじゃないかな。なんかそういうのってやっぱり私日本人だからこう言葉にしてなくてもそういう目線を送ってる人とか見たらわかるんだけど、いないんだよね。その視線とかを本当に感じない。それはね。だからこれも中国と日本の違ういいところかな。トトロの入り口やん。なんかもうちょっと可愛らしい音楽にしない？子供が乗るやつじゃん、あれ。あれなんか出たの？今回は自分の中国に移住した経緯や心境や変化などをお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今回はちょっと真面目な感じになりましたが、これからもみんながクスッと笑えて驚けて、ちょこっとなんかわからないけどためになったかもっていう動画を目指してやっていきますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。